こんにちは、ほなみです。今日も軽やかにあなたの夢とか目標を叶えるためのヒントについてお話ししてまいります。あと5000人で10万人いきます。イエーイ、ありがとうございます。今年の2月頭にですね、この新しい新チャンネルを始めまして、そして5月末でしたっけくらいから動画をどんどん上げていってですね、で、今おかげさまで、9万5千人ぐらいまで来ました。本当にありがとうございます。で、毎回動画にもコメントをたくさんいただいてまして、毎回動画をご覧いただいている方はわかると思うんですけど、私とあなたと皆様の、この動画、ほなみチャンネルのコメント欄は、もう愛と平和で溢れております。これもう本当皆さんのおかげなんですよ。しかも誰かのコメントに誰かが返信したりして励ましてたりとか、そういう状況も起きていまして、いやー平和だな、嬉しいなってすごい思うわけですよね。で、今日はサムネイルにあった通り、まだ設定できてるかちょっとわかんないんですけど、サムネイルにある通り、大きく現実が変わる前兆っていうところについてちょっとお話ししたいと思うんですけども、ステージアップの時、あなたが進化するよっていう時に起こるサインについてお話をしていきますね。で、このサインなんですけど、実は前にもちょっと私動画の中でお話ししたかもしれないんですけど、あなたの歩む道がちょっとそっちじゃないよ、違うっていう時にも同じ現象が起こるんですよ、サインとして。わかりづれーって感じなんですけど、おいどっちだよ、はっきりしろよって感じなんですけど、このぜひ状況、今から言う3つの状況にしっかり感覚を研ぎ澄まして、今自分はこれ起きてるってことはいいんだなとか、あ、これからどんどん成長していくサインなんだな、もしくはここから道踏み外してちょっとずれてんだなっていうのの、ヒントにね、この3要素がすごく使えるわけなんですよ。ぜひ、それらの皆さん、あなたの今、現実に起きていること、この3つの要素が果たしてどんな状況なのかっていうのをぜひチェック、確認してほしいなっていうふうに思うんですね。で、前から私は8月ぐらいからずっと並木義勝さんのワークショップに行ってからも二極化っていう言葉にはまりましてね、そこから味を占めまして二極化の動画をいっぱい上げてきたんですけど、でも本当に今パラレルワールドってわかりますか？平行世界ですよ。それぞれが生きたい世界を生きている中で、私のチャンネルでね、ご覧いただいてこうやって実践されている方はもう本当に面白いことに現実がどんどん良くなってるっていう報告もいただきますし、私の潜在意識トレーニングのプログラムですね、LINE を追加していただいて、メールで登録された方に無料オンラインセミナーってお配りしてるんですけど、そこから潜在意識のオンラインのプログラムにご参加された方も本当に毎日たくさんの喜びのコメントをいただいてるんですよ。だから生きたい幸せな人生はいつでも選ぶことができます。多分、私のチャンネルをずっとご覧いただいて実践されている方、例えば、お手洗い掃除してみたよとか、六方杯してみたよとか、自分なりにね、ちょっとずつ、日常の生活に取り入れられた方は、きっといい変化が起きてたりすると思うんです。でもそれに反して、ちょっとなんかこれ大丈夫かなっていうことが起きたりとかしてると思うんですけど、ぜひ今日のこの3つの要素を見つめながら、最後にお伝えすることが一番大事ですので、ここをチェックして、自分間違ってないなーって自信を持って歩んでいってほしいなっていうふうに思います。では、この3つの要素とは何なのか、今日はこれらについてお話しします。まず1つ目は、人です。集まってくる人、ふとした拍子に出会う人の人です。そして2つ目は体です。あなたの肉体、体ですね。そして3つ目は場所ですね。今いる場所とか身を置いている環境とか、人、体、環境ですね。これら3つをちょっと見つめていってほしいんですよ。で、ステージアップの時に起こることとしては、まず人の部分で言うと、街行く人がすごく優しいとか、笑顔の人が多い。もしくは、久しぶりに会った方がすごく幸せそうにしているとか、この出会う人っていうところにすごく目を向けてほしいんですね。で、自分のステージが上がる時っていうのが、実はこの人がもう一要素ありまして、出会って自分が今まで知らなかったこととか、新しい世界を知っている人、全然今までだったら出会えなかったような人に出会えたりとか、脳が全然違う人、価値観が全然違う人、こんな人と出会う時には大きく成長するサインです。ちなみにこの全然価値観が違う人とかだと多分最初抵抗を示すと思うんですよ。ちょっと
この人ちょっと気が合わないなとか、ちょっとわかんないな、この人大丈夫かなとか、そういう不安がもしかしたら出てくるかもしれないんですけど、あなたが今まで苦手だった分野とか、手をこう入れなかった、勉強したことがない分野とかをその方は知っていて、何かそれをこう自分のこれからの人生にとって大事なことをその人が知っているとしたら、これはすごく大きく進化ができるサインです。ので、ぜひこの人から吸収する、学ぶってことをしてほしいんですけど、人って嫌いなものとか苦手なものが多いと損するんですよ。私自身もそうだったんですけど、例えばお金をすごく稼いでる人がすっごい嫌いだったんですね。それは実は私がお金が全然ない時に、妬みの気持ちなんでしょうね。羨ましい気持ちに反して、お金持ってるあの人のやり方嫌いとか、あの人のビジネスの展開の仕方嫌だとか、そうやって嫌だ嫌いみたいな感じで、その人から学びたくないって、もう堅くなに思ってたので、こうなるとどうなるかって言ったら、ステージが上がれないんですよ。次のステージにポンっていけないので、自分とちょっと価値観が違かったとしても、ちょっと学んでみるとか、吸収してみる。で、どんな人からも人って学ぶことができるんですよ。でもこれは、自分のこう素直さがないとなかなか難しいんですけど、私もこう素直なのかって言ったら、どちらかというと素直な方に分類されるんじゃないかとちょっと自分では信じてるんですけどもでも素直に受け入れられないことももちろんありますし、でもここちょっとでも間口を広げていくと信じられるものが増えて、取り入れられることが増えるので、すごく成長していくよっていうことですね。なんで食わず嫌いみたいなものってきっとあると思うんですよ。あの人きっとこうだろうなみたいな色眼鏡で見てしまって、その人から学ぶことができないとか、得られるものがないっていう風になると、すごく損するので、ぜひそこをちょっとまた見つめてほしいなっていう風に思うんですね。そして2つ目のステージアップの時に起こるサインなんですけど、覚えてます？さっき何て言ったか。体です、体。で、ステージアップの時っていうのは、体がやっぱり順応できないので、しんどくなります。体重くなったりとか、それこそ不調が出るんですよね、体のどこかに。なんかこう、お腹下すとか、緊張してずっとなんかこう、肩凝るとかね。なんかそういうことが起こるわけなんですけど、実はこの体のサイン、体の不調とかっていうのも、ステージアップの時にも起こるんですけど、実はあなたが歩むべき道じゃないところを、日本語が難しいな。あなたが道を間違っちゃってる時、人生のそっちじゃないよっていう時に行っちゃってる時も、体に不調が出たりするんですよ。要するに、これからステージ上がるぞっていうサインと、いや、あんたそっちの道間違ってるよっていうサインが同じなんですね。それさっきちょっと最初に言ってたことなんですけど、これ厄介ですね。どう見分けたらいいのっていう話じゃないですか。体すごい最近しんどいけど、これは果たして成長のサインなのか、もしくは、道違うぞと、そっちじゃないよって言ってるのか、どっちなんだみたいなことあると思うんですよ。例えば今やってる仕事がどうしてもこう、どんどんなんか体がしんどくなってくると、これは果たして成長のサインなのか、もしくは、ただ、道を間違ってて、あなたその仕事向いてないよっていうサインなのか、どっちなんだよっていう時あると思うんですけど、これを見分けるコツですね。これ最後に言ってたんですけど、なんかちょっとフェイク騙しみたいな感じでちょっと今から言うんですけど、どう見分けるか。これは、その、今、やってることとか、関わってるもの、これの先に未来です。この未来、これを超えた未来に、自分とか、自分の大事な人とか、周りの人の笑顔がイメージできるかどうかで見分けてください、ぜひ、このサインは。もうだからいいこと起きてるとか、体もちょっと調子悪いけど、これは果たして成長するのかどうなのかっていうふうに考えたときに、これを超えた先に、自分これを乗り越えたらすごく、やれたな、よかったなっていうふうな気分になるな、なのか、もしくは、いや、これがどんどん苦しくなって、実はこっちの道じゃなかったってなって、すごい苦しむ映像が見えるな。これあなたにしか多分わからないんですよね。で、ちなみに未来は自分で変えられるので、いや、この後に絶対笑顔が待っているって設定すればそうなるんですけどね。なるんですけど、どうしても、いや、この仕事明らか向いてないでしょとか、いや、もう絶対これは違うよねっていうのだったら多分浮かばないと思うんですよ、どうしても。全然これは笑顔が見えないぞと。いう形で、ぜひ自分のセンサーに従って見極めてほしいんですよね。で、これはね、残念ながら私には分からなくて、自分にしか分かんないんですよ。
あなたの心が一番知っているので、心とイメージですよね。イメージが湧くっていうことはそっちに行けるので、もうぜひここはちょっと自分に聞いて確認してほしいなっていうふうに思うんですよね。で、ちなみに私も最近すっごいこう新しいことにチャレンジしすぎてですね、もうしんどいです、体。一応私こうやってね、こう体にいいもの取ったり、スムージーですね、これ。体にいいものをこう取ったりとかしてるんですけど、いかんせんしんどいですね。特にこの1週間ぐらいがすごいしんどいんですけど、これはどっちなのかなって私もちょっと悩んでるところがあって、これどっちなんだろうって、これ本当は間違ってんのか、もしくはすごい成長するのか、これずっと自分に聞きながら進んでるんですけど、おそらく五分五分なんですよ。なので、今私は仕事の仕方をちょっと調整しながら、ここは譲れるけど、ここは、譲れないなみたいなことを自分のこう心に従って調整していきながらちょっと今やってる最中で、まあでも間違いなくそれを調整できてね、取り組むことができればすごく成長するし、いい未来が、笑顔のね、未来が待ってるなっていうふうに思ってるんですよ。でもこのまま無理やり歩んでたり進んじゃってたら多分いろいろ壊れていって、自分も笑顔じゃなくなるし、周りの方も笑顔じゃなくなるなっていうふうに思ったので、まあある種この体が調子悪い時っていうのは、その自分に向き合うのもそうですし、軌道修正のいいタイミングだなって思うんですよね。あ、こんなしんどいってことは絶対なんかあるぞというところで、調整をしていくというね、ところをぜひやってほしいなっていうふうに思います。さあ、そして3つ目なんですけど、3つ目は場所って言いましたよね。場所とか環境って言いましたけど、今いる環境とか、場所の居心地が悪い時っていうのは、自分のステージアップの時にすごい起こる現象なんですね。さあ、これでさっきの体の時も言いましたけど、自分の、道が間違ってる時、そこの居場所じゃないぞと、お前いるところそこの居場所じゃないぞっていう時も同じこと起きるんで、あ、ここすっごい居心地悪いなっていうのが。じゃあこれも見分けるポイントはさっきの体の部分と一緒で、この場所に馴染んだ後に自分の笑顔の未来が待ってるかどうか、自分と周りの笑顔の未来が待ってるのかどうかというところを確認してほしいんですけど、とにかく成長する時っていうのは新しい環境に行くことが多いじゃないですか。なんか新しい勉強をして新しいスクールに行くとか、今までこうちょっと、私だったらもともと個人事業主でずっと5年間やってて、経営者の会に行き始めた時ってめちゃくちゃ居心地悪かったんですよ。もう周りがもうすごいそうそうたる経営をされてきたこうメンツ方たちがいらっしゃる中に、私一人だけ個人事業主ポツンみたいな状態でいた時にもう本当に居心地が悪くて緊張するんですよね、本で。で、さっきの一つ目でも言いましたけど、やっぱり新しい人とか、これから成長を自分に与えてくれてる人と初めて出会う時ってやっぱこう背筋が伸びたりとか緊張することってあると思うんですよ。で、実際にこの違和感、新しい環境、成長できるぞっていう環境に行って居心地が悪いっていうのは絶対成長できるサインなんですね。なので頑張って馴染んでほしいんですよ。で、ちなみにもう馴染むんで絶対人ってその環境にいてれば。だからその環境にいる人たちが素敵だなって自分が思ったり、この人みたいになりたいなって思うんだったら居心地感じながらいた方がいいんですね。で、ほんと私、例えば中学生の時に自分に自信がなさすぎて、もう可愛い子とかといるのがすごい嫌だみたいな、こうおしゃれな子といるのが嫌だみたいな時があったんですよね。こう中学生の時ですけど、もうすっごい居心地悪いなと。だけど私は美しい人が好きだから、こうおしゃれな子とか綺麗な子と一緒にいるの嬉しいなと。でも私もともとオタクなんでね、こうネクラでオタクだから、もう根がね、でもすっごい居心地悪いぞと。でも私可愛くなりたいし、モテたいというモチベーションで自分は変わりたいってすごく思ってたから、もう無理くりもう可愛い女の子たちにこう遊びに行ったりねしていくと馴染んでいくんですよね。これ皆さんもね経験あると思うんですけど、そういう形で新しく例えば、投資の勉強するとかね、で全然お金のことわからんと、でも周りが投資家でどんどんやっている中に一人で自分でボンってねこう飛び込んでいったらもう何もわからないから、もうめちゃくちゃ居心地悪いですよね。もう質問ありますかって言われた時にもう全部がわかりませんみたいなね。でもこういう時も自分なりにこう勉強したりとかするとどんどんこう新しい情報とかね言葉が入っていくことで意味がわかるようになってきて馴染めるようになっていったりするわけじゃないですか。
経営の部分もそうですよね。個人事業主と経営者って全然やっぱ考え方違うんでね。もう本当私も脳を入れ替えないとなって思ってるんですよ、未だにね。まだもう2、3人でずっとこの会社回してきたんで、いやもうそろそろまずいなと。で、メルマガの方でちょっと求人募集したいなと思ってるんですけど、大阪の方一緒にお手伝いしてくれる人いないかなと思って、ちょっとそろそろ募集したいなってちょっと思ってるんですけど、まあそんな形で、もう全然違うので、そうやってこう環境に新しく身を置いて馴染んでいくっていうことをしていけば、もう本当に成長するから、まあ、ちょっと時間かかる場合もあるんですけど、これぜひチャレンジしていってほしいなと思うし、今新しく多分チャレンジされた方は、居心地悪い環境にもしかしたらいるかもしれないですよね。もう苦しいです、ほなみさんみたいな状況もあるのかもしれないんですけど、絶対馴染めるから信じて、その環境の人たちがいいなと思うんだったら、いてください。そこにね。はい。なんでそれきっとその環境に馴染んだ後の未来はきっと自分もこういう風になれるかもしんないっていう気持ちでね、きっと行かれてると思うんで、馴染めば絶対いい感じになっていきますんで、ぜひそこも信じて言い続けてほしいなと思うんですよ。で、じゃあ、その環境がね、居心地悪いのに、居心地が悪いパターンとして、やっぱりこの環境ちゃうやんと。自分の道じゃないなっていう時はもう違和感でしかなくて、多分居心地悪いし、周りの人を見た時に、こういう人たちになりたくないなって思うと思うんですよ。うん。その場合は、やっぱり私がずっと言ってますけど、離れるのがいいかなと思ってるんですね。で、なんかこう、昔からのこう美徳で我慢するのが美徳とかいろいろあると思うんですけど、残念ながらね、私はもう我慢ができない人間でして、もう残念ながら忍耐力はない。もう部活もやってきてないし、帰宅部ですしね、もう部活途中でやめましたから、中学校2年生の時に嫌々ながらテニス部入ってね、もうオタクでネクラなんで、もう運動嫌だなと思いながら、テニス部に入り、もうずっと球拾いして、部活の時間になれば吐き気がするみたいな状況で、もう嫌だと思ってやめて、で、やめたら親からもう何にも続かない根性出しだなって言って罵られ、はぁーみたいな感じでずっと言ってたんですけど、ずっと私もうゆとり世代第一期なんですよね。ギリギリ昭和生まれで、ゆとり世代なんですけど、まあそのゆとりらしくね、もう本当に嫌なことはやらないで来れたんですよ。ありがたいんですけど、だから受験勉強も英語と数学しか勉強してなくて、他の教科勉強したくないと思ってたんで、勉強せずに日本女子大学に行かせてもらってね、もうありがたかったですね。日本女子大学英語とね、数学できればよかったんで、まあそういう感じでずっと逃げてきたんですね。でもこの逃げもある種ありなのかなって私思うんですよ。もう逃げよう。もうしんどかったらね。うん。もう特に、もうこの二極化も、まあある方からすれば、今週末の日曜日あたりですかがすごくなんかキーらしくて、まあそこからすごく変わるらしいんですよ。私全然わかんないまま、いつも発言するんですいませんね。でも感覚的に、もう本当にいろいろ試されるなと思って自分自身もそうやってチャレンジしながらね、なんか体調すごいしんどいなとかやりながら、もうやってるわけですよ。だから YouTube でこうやって言ってたらね、最近もなんかこう、おとなしく喋ってたら元気ないんですかって聞かれるんですけど、全然元気ですから。大丈夫です。元気なんですけど、やっぱりこう、なんていうのこう、しっとり喋るときと、しかも動画撮ったとき夜中だったんでね、もう夜中の1時ぐらいだったんですよ。だからその時に撮る動画と、やっぱりこういう日中のこう、夕方ぐらいに撮る動画全然テンション違うんで、全然安心してほしいなと思うんですけど、まあそういう感じで何が言いたかったかちょっとわかんなくなったんですけど、以上でそんな感じでまとめたいと思います。ステージアップの時に起こるサイン。はい。3つ、覚えてますか？はい。人、体、場所、環境です。まあ、これらをしっかり見極めて、それら向かった先に自分の笑顔とか、成長できたなとかね、よりレベルアップできたなっていう自分の笑顔が浮かぶんだったら、それは間違いなく人生のステージアップのサインなので、今、体が不調だったり、環境がちょっと違和感感じたりしんどいなっていう状態だったとしても、必ずそこを超えたら明るい未来が待っているということで、ぜひそれはサインなので、楽しんで過ごしていただけたらなというふうに思うわけですよ。なのでこれはね、自分自身にも言い聞かせています。で本当にこの YouTube とか発信してると、なんか、ほなみさんいつも元気ですねとかね、話を思い出したら、そうそう、ほなみさんいつも元気ですねとか、なんかこう、言われるんですけど、全然そんなことないから。もう本当にこのカメラ向けてる時はさすがに皆さんにこの私のね、こう、気持ちが映っちゃうので、やっぱりこう、整ってる時にね、話しないとっていうふうに思うんですけど、うん。でも、完璧じゃないので、私も一緒に、あなたと一緒に、こう、軌道修正しながら歩んでいきたいなっていう気持ちでいるので、ぜひ一緒にいろいろ実験しながら、
成長できて、こんなことがあったよって言ったらぜひ報告してほしいですし、それちょっと報告祭りやりたいですよね、またね。でも本当にコメント欄がすでに報告祭りなんですけど、そういう感じで皆さんで高め合っていけたらすごく嬉しいなというふうに思ってます。なのでまた次の動画でもお会いできるのを楽しみにしております。今日金曜日ということで、6時に上げたいなとこの動画を思ってて、今5時23分なんですけど、ギリギリでこの動画上げていきたいと思います。またお会いできるの楽しみにしてます。またライブ配信とかもしたいなと思ってて、インスタライブは結構やってますんで、インスタグラムフォローしていただけたらすごく嬉しいです。ツイッターで YouTube ライブやるときはライブしますみたいな感じで告知しますので、またツイッターとかインスタグラムもフォローしていただけると嬉しいです。で、さっき言った潜在意識のセミナーに関しては LINE に追加していただいた方がご覧いただけますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなみでした。バイバーイ。